こんにちは、ゆかです。最近ね、私って本当にお金に対する欲が足りないかもしれないなって思ってて、ちょっとね、そこのところについて自分の考えをね、復習しながら話したいななんて。で、こうやって話してたら、なんかどっちかの方向に行くかもしれないななんてね、思って、ちょっとそのことについて話したいと思います。やっぱりお金を稼ぎたいと思ってる人は強いなって思うんですよ。どうしてもそのお金を稼がなきゃならないっていう段階になった時、そのお金がなければ明日がどうなるかわからない、家族がどうなるかわからないっていう状況にある人って強いなって思って、そういう人たちはどんなことをしても本当にお金が欲しいと思えば稼ぐんだろうなって思って。でも私ってそのお金を稼ぎたいっていうドライブがやっぱ欠けてるんだよな。ここで言うのは良くない意味で。私は自分が生まれて育ってきたお家でお金に不自由した経験っていうのがないんですよね。何か欲しかった時、何か習いたかった時、何かしたかった時、もし自分にとって必要なものであれば、私の両親っていうのは、それがいくらなのかっていうのは、もうほとんど気にせず投資してくれて、すごく恵まれた、金銭的にね、経済的にね、恵まれた人生、子供時代を送らせてもらったなって感謝してるんですよ。そのおかげですごく得るものが大きかった。なんだけど、大人になってね、そこのところがあったからこその欠陥っていうのも私はやっぱり持っちゃってるように思ってる。ちょっとお金に対する意識が弱い。お金はずっとあるものだったから。もう両親の家を出て一人で生活するようになって、で結婚して今のこの家族と暮らすようになってって考えるとね、もうこの両親のとこから離れて、あの経済バブルの中で生きない状態になった自分っていうのも、ある程度年数あるんだけど、でも物心ついたところからずっとやってきてっていうそのね、お金の価値観ってなかなか消えなくて、やっぱりどうしてもお金を稼がなきゃいけないんだよなっていう、そういう状況にある人たちの稼ぐ力って私から見ると羨ましくて、キラキラギラギラしてて、かっこいいなって思って、なんだけど、そこのところのレベルまでお金を稼ぎたいって思えないんだよな。それはね、今の状況をやっぱり可能にしてくれてるね、いろいろな人たちにも感謝してるし、すごく恵まれてることに感謝してて、なんだけど、この何の心配もなく必要なお金があって、自分が幸せと感じる生活が維持できて、なんならちょっと贅沢もたまにね、できてみたいなね、この状況、本当にどうやったらお金を何としても稼ぎたいっていう欲が出てくるんだろう。それをね、最近考えてるんですよね。っていうのがね、ちょっと自分の年表を作り始めてて、なんか、あの、大それたものじゃなくてね、自分が生まれてからここに来るまで、どういう人生を送ってきて、っていうのを
書き出しつつ、自分は何歳までは生きたいと思っていて、そこまでどういう人生であれば良しとするか、どういう人生でありたいとするか、それに対してどういう働きかけをしていくか、どういう、自分になっていくかとかね、どういうスタンダードで自分の健康を保っていかなきゃいけないかとかね、そういうのをね、自分が生まれてから、ここまでは生きていたいっていう年齢までね、ちょっと線を引いて自分年表を作り始めてるんですよ。で、そうした時に、なんかね、お金に対する欲が私ってあんまないんだなって思って、私がすごいかっこいいな、憧れるなっていう人たちは、自分で何らかの方法でもがいたり努力をしたりして、お金を稼いできた人たちなんですよね。みんながみんなじゃないけどね。例えば私が前のビデオで言ったこのサー・リチャード・ブランソンだとかね。なんかね、自分で何か人のためになるなって思うことをやったり、あるいは自分がこれどうしてもやりたくてやめられないよ、面白いよっていうことを取り組んでて、後からお金がついてくるっていうのは、私にとって今あるのかもしれないんだけど、でも、なんかね、やっぱお金を稼ぎたいと思って、お金を稼ごうとして稼いでるっていうね、そのね、それの感じ、ギラギラ感、そういう人たちってわかりますか？なんとなく。ギラギラした感じ、そのなんかオーラをまとってんですよね。お金に対しての執着があるのかな？なんかその感じを感じ取れる人っていると思うんですよね。人間関係でも行動でも自分にとって金銭的にメリットがあるっていう人だとかね、そのイベントだとかのを嗅ぎ分ける嗅覚がある人。で、それに対して、もうできる限りの努力をして、そこに食い込もうとする人たち。それの欲だとか、モチベーションだとか、そのギラギラした部分が私にはちょっと足りないなと思って、今までもね、何度かちょっと思ったりはしてたんですよね。こういう旅を実現したい。こういう人生を実現したい。こういう場所に住んで、こういう毎日を過ごしたいとかね。で、それにはいくら必要だとかね。だから自分はいくら稼がなきゃいけない。じゃあ、これだけの期間にいくら稼いでっていうのは、こうなんか時期だとか、期間だとかを区切って稼ぐお金考えたりとか。でもなんか、やっぱり何としてでもお金を稼がなきゃいけないっていう風な考えで頑張りきれないんだよな、私は。みんなは、みんなってわからない。私みたいな人もいるのかな。お金を、お金がなくちゃいけない、お金が必要、お金が欲しいって思って、そこのところをモチベーションにして頑張りを引き出せる人。私もお金はなきゃダメだし、絶対必要なものだし、大切なものだしとは思ってるんだけど、本当の意味で、多分、この喉から手が出るほどお金が欲しい、足りないっていうのはその渇きの状態になったことがないんだろうな。ちゃんと。だから、なんか、このお金をモチベーションとして動けない。お金に対するすごいなって、私が尊敬できるような人たちの持ってるドライブがないお金に対しては、自分っていう人間を高めるだとか、周りの人たちに何らかのプラスの影響を与えたいだとかね、そういう欲求っていうのはすごい高いんですよ。人一倍強いと思う。自分が
いかにその理想の人間性っていうのをね、更新し続けて、いかに自分を鍛錬させるか。この内側の部分ね。で、自分が母親として、いかにこの一人の人間を、娘をね、どんなことがこれから起きても、どんな状況にいても、幸せな人間としていられるように育てていくか、手助けするかとかね。そういう物質的じゃないところに対しての欲求だとか、その探求心っていうのはすごいんだけど、お金に対するところになると、突然その欲がないんだよな。それは課題だなってなんかちょっとね思い出して、っていうのが、全然困らないし、これからも困らないように思ってるし、困らないって信じてるし、でも、お金が増えれば困ることない。お金が増えればもっとできることも大きいと思うし、そこのところの力試しをしてみたいような気もする自分もいる。ただ、お金がモチベーションになって実際に行動を起こし始めたときに、お金がモチベーションになってしまったら、それを続けられるかどうか自信がないんだよな。なんか、そのね、お金を稼ぎたいって本当に思える、思って行動に移せる。で、その行動を持続し続けられる自分になるためのお金に対するその欲求、どういうふうに自分の中で引き出したらいいのかなってね、最近ちょっと迷ってる。もし同じようなこと考えたことがあったり、あるいは何か試してみてうまくいったいっていう人がいたら、ぜひ教えてほしいなって思ってます。はい。ということでね、今日はこんなところでした。聞いてくれてありがとう。じゃあね。